もしこの地上に誰も争うことのない理想郷を作り上げるとしたら、あなたは何をその基礎になさいますか？莫大な富でしょうか？それとも誰にも負けない強大な武力でしょうか？今からおよそ900年も昔のこと、日本の北方にその難しい問いに対して祈りと文化というとても静かな答えで答えようとした一族がいました。今回の物語の舞台は12世紀の東北地方にわずか100年という短い間だけ咲き誇った幻の都、平泉。奥州藤原氏が築いた壮麗なる黄金都市の物語をご一緒いたしましょう。さて、まずこの物語を貫く大きな謎からお話しさせてください。なぜ、都から遠く離れ、時には厳しい自然に囲まれた北の大地、道の国に、あの京都にも決して劣らないとまで言われた黄金の都市が、まるで夢のように忽然と姿を現したのでしょうか。その答えは、単に豊かだったからとか、力があったからといった言葉だけでは決して解き明かすことはできません。その輝きの奥には、血と涙の先にようやく見出した深く、そしてあまりにも切ない祈りの物語がひっそりと隠されているのです。さあ、一緒にその謎を紐解いていくことにしましょう。平泉と聞くと、多くの方があの金色堂のきらびやかなイメージを思い浮かべるかもしれませんね。しかし、そのまばゆい輝きの裏側で、この理想郷の誕生そのものが、実は目を覆いたくなるような凄惨な戦いの歴史と分かちがたく結びついていることは、あまり知られていないように思います。この理想郷が、いかにして血塗られた大地の上に築かれることになったのか。まずは、その前史からじっくりと時間をかけて見ていくことにいたしましょう。平泉が生まれるより少し前、11世紀の東北地方は2つの大きな戦乱の渦の中にありました。前9年の役と後3年の役です。この2つの戦いは合わせると20年近くも続きまして、東北の大地をすっかり荒廃させてしまいました。現地の有力な豪族であった安倍氏、そして清原氏が次々に滅びていく。その中で本当に奇跡としか言いようがないほど幸運に生き延びた一人の男がいました。それが後に奥州藤原氏の初代当主となる藤原清弘その人です。彼はまさにこの戦乱のど真ん中で生まれ育ち、肉親を次々に失い、昨日までの味方が今日の敵になるという地獄をその身をもって経験したのです。清弘の心に生涯決して消えることのない深い傷として刻まれたのが、父である藤原慶慶の再起でした。前9年の役で敗れた父、慶慶は、捕まえられた後、わざと切れ味を悪くした。まるで宋でゆっくりと引くような刀で首を切られるという、この上なく残たらしい方法で処刑されたと伝えられています。当時まだ幼かった清弘は、あろうことか、その父を殺した敵の将、清原氏の家に養子として引き取られ、そこで息を潜めるようにして生き延びなければなりませんでした。自分の父親を惨殺した男を義理の父として使える日々。その屈辱と悲しみは、私たちの想像をはるかに絶物があったのではないでしょうか。そして、ここが平泉という都市の魂、その核心に至る部分なんです。数えきれないほどの死と裏切りを乗り越えて、ついに奥州の覇者となった清秀。彼が目指したのは、自らの権力を誇示することでも、復讐を果たすことでもありませんでした。もう二度とあのような悲しい争いを繰り返してはならない。この長きにわたる戦いで死んでいったすべての人々。それがかつての敵であろうと味方であろうと、その魂を平等に弔い、仏の慈悲に満ちた理想郷、すなわち仏国土をこの地に築くこと。平泉は清秀のまるで血を吐くような、そして生涯をかけた切なる祈り、そのものだったのです。では、清弘が思い描いた仏国土とは、具体的にどのようなものだったのでしょうか。一呼吸を置いて、ここからは平泉の本当に驚くべき都市計画の思想に迫っていきたいと思います。彼らがやろうとしたのは、ただ立派なお寺を建てるということではありませんでした。仏教的な楽園である浄土を、この地上に物理的に再現しようと試みたのです。まず、その根幹にある浄土思想について少しだけご説明させてくださいね。これは、阿弥陀如来を心から信ぜれば、死んだ後、
苦しみのない理想の世界、つまり極楽浄土に生まれ変わることができるという教えです。特に当時は、末法の世に入ったと信じられていました。末法というのは、お釈迦様が亡くなってから時が経ちすぎて、正しい教えが廃れ、世の中が乱れる、救いのない時代のことを指します。当時の人々は、相次ぐ戦乱や飢饉を前にして、まさに今がその時だと肌で感じていたんですね。そんな絶望の中で、極楽浄土への憧れは、人々の唯一と言ってもいいほどの大きな希望でした。平泉は、その誰もが憧れた浄土を、死んだ後ではなく、この世で生きているうちに体験できる場所として構想された壮大なプロジェクトだったわけです。平泉の都市計画で、まるで羅針盤のような中心的な役割を果たしたのが、この優美な円錐形の山、金鶏山です。主要なお寺はすべて、この山を基準にして、計算され尽くした場所に配置されました。そして、ここが本当に興味深い点なのですが、例えば三代目の秀塚が建てた無料光院というお寺。この寺院は、春分と秋分の日に本堂の正面から西を眺めると、沈んでいく夕日がちょうど金鶏山の頂上に重なるように完璧に設計されていました。これは西の空に沈む夕日を眺めながら極楽浄土を心に思い描く筆相観という仏教の修行を都市そのものを巨大な装置として実現しようとする壮大な空間デザインだったのです。平泉の、そして清弘たちの祈りの象徴、それが中尊寺の金亀堂です。奥州藤原氏が滅ぼるされたから500年の後、俳聖松尾芭蕉がこの地を訪れました。彼は長い風雪に耐え抜き、朽ちることなく黄金の輝きを放ち続けるこのお堂を前にして、静かにこう読んだのです。5月雨の降り残してや高校堂。あらゆるものを朽ちさせてしまう長雨さえも、この光り輝くお堂だけは、まるで敬意を払うかのように避けて通ったかのようだ、と、その静かな感動が深く伝わってきますね。そして、この黄金に輝くお堂の内部、その仏様が立つ隅壇と呼ばれる台座の下には、さらに驚くべきものが収められています。初代清弘、二代元弘、三代秀弘のご遺体、そして四代太平宮の首級がミイラとなって今もなお安置されているのです。彼らは死してなお、自らがこの世に築いた極楽浄土で、仏の足元で安役に眠り続けている。ちなみになんとも不思議な話ですが、四代太平宮の首桶から見つかった蓮の種が、およそ800年という長い時を経て発芽し、中尊寺蓮として美しい花を咲かせたというエピソードは、この悲劇の物語に一筋の光を投げかけているようにも思えます。さて、これほど壮大な都市を築き上げ、きらびやかな文化を花開かせるためには、当然莫大な経済力が必要だったはずです。一体その富はどこから来ていたのでしょうか。次は、この理想郷を現実のものとして支えた強力な経済基盤に目を向けてみることにしましょう。その答えは非常にシンプルで、そして実に強力です。それは金でした。当時、みちのく、つまり東北地方は日本最大の金の産地だったのです。奥州藤原氏はこの地で採れる砂銀をほぼ独占し、それを富の源泉としました。当時の京の朝廷でさえ、金の確保には大変苦労していました。その貴重な金を藤原氏は自在に産出し支配していた。その経済力は中央政府にとっても決して無視できない、まさに北の独立王国と呼ぶにふさわしいものでした。かのマルコ・ポーロが東方見聞録で伝えた黄金の国ジパングの伝説は、この平泉、特に金星堂の輝きが大陸にまで伝わったものだという説が今では有力視されています。しかし、平泉の富は金だけではありませんでした。彼らは私たちが想像する以上にはるかに広大な交易のネットワークを築いていたのです。例えば、北海道やさらに北のサハリンからは、武士が使う矢場の最高級品である大割の羽、オホーツク海からは、国の貴族たちが冬の寒さをしのぐために愛用したアザラシやラッコの毛皮、そしてはるか中国大陸からは美しい白磁や青磁といった陶磁器。これらの品々は国の人々にとっても喉から手が出るほど欲しい貴重な品々でした。平泉は単に金を産出する場所というだけでなく、北方の希少な産物を国に供給する巨大な物流の拠点でもあったのです。さあ、ここからは
この理想郷を築き、そしてやがて失うことになってしまった藤原氏4代の当主たち、その人間ドラマに焦点を当てていきたいと思います。栄光と悲劇が織りなすおよそ100年の物語です。初代清家が平和への深い祈りからその基礎を築き上げ、二代目の元家が燃え辻などを建立し、その文化をより洗練されたものへと高めました。そして三代目の秀家の時代に、平泉はその力と文化の最盛期を迎えることになります。しかし、その栄光の物語は、四代目の太平後の代で、あまりにも突然に、そして悲劇的な結末を迎えることになるのです。偉大な父秀平の死後、後を継いだ4代目の太平洋は、まさに絶望的とも言える選択を迫られます。鎌倉に幕府を開いた源頼朝からの極めて厳しい圧力です。頼朝は兄でありながら対立関係にあった悲劇の英雄源義経を頼わう平泉に対し、義経をこちらへ差し出せと失注に要求します。父の遺言を守り、客人である義経と共に強大な鎌倉幕府と戦う道を選ぶのか、それとも義経一人を見捨てることで鎌倉に屈し、一族とこの地に住む10万人の領民の平和を守るのか、これはあまりにも過酷なジレンマでした。長い苦悩の末、太平は後者を選びます。彼は義経を襲撃し、自害へと追い込みました。これで平和が保たれるはずだった。しかし、平朝の真の目的は、義経の首ではなく、奥州の豊かな土地そのものでした。平朝は、義経を唱えていた罪を口実に大軍を送り込み、太平は名ぬすべもなく敗走。最後は、信じていた家臣に裏切られ、その生涯を終えました。こうして、100年続いた奥州藤原氏の王国と、彼らが夢見た理想郷の都、平泉は、燃え悟る炎の中に静かに消えていったのです。物理的には滅び去ってしまった平泉。しかし、その夢の後は、後の世の人々の心に深く刻まれ、今なお静かに私たちに語りかけているように思います。最後に、平泉が私たちに遺したものが一体何だったのか、少し考えてみたいと思います。再び、松尾芭蕉の句です。平泉の滅亡から500年後、彼はかつて源義経が最後の時を迎えたとされる高々の丘に立ちました。目の前にはただ青々とした夏の草が生え茂っているだけ。しかしこの場所にはかつて藤原三代の栄華や義経たちの野望といった様々な人々の夢があった。それも今ではすべてこの夏草の中に儚く消え去ってしまったのだと。夏草や兵どもが夢の後。このあまりにも有名な句は、平泉の物語に、滅びの美学と、決してあがうことのできない無常感という新たな光を当てたのです。そして2011年、平泉はユネスコの世界文化遺産に登録されました。その価値は、単に美しい歴史遺産としてだけではありません。日本古来の自然を敬う心と、外から来た仏教の思想とが見事に溶け合い、独自の美しい景観を生み出したこと、そして何より、仏国国をこの世に実現するという一つの純粋な思想が、これほど大規模な都市計画として実行され、その痕跡を今に伝えている例は、世界的に見ても極めて稀であると高く評価されたのです。平泉の100年は、もしかすると、武力による支配ではなく、文化と祈りの力で平和な世界を築こうとした壮大な社会実験だったのかもしれません。その夢は結果的により大きな武力によって打ち砕かれました。しかし、その輝きは本当に失われてしまったのでしょうか。争いが絶えることのない現代だからこそ、この北の地にかつて確かに存在した理想郷の夢の後は、私たちに静かに、そして深く何かを問いかけているそんな気がしてなりません。本日の語りはここまでとさせていただきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。